はい、こんにちは。最近買いすぎて財政逼迫中、ちゃんゆかです。ということで今回はタミヤから新しく発売したあのマシンを組み立てていこうと思います。こちら、はい、トン DT04 ファイターネクスジェン。この2025年3月発売したてほやほやの DT シリーズの進化系肉バギーですね。パッと見は大人気 BBX のようなフォルムではあるものの、足回りは DT 系。プラスチックのボディとか独特の構造を持ってるので、どうしようかなって悩んでる方も多いんじゃないかなと思うんですよ。そんな私もぶっちゃけそんなにそそられてなかったんですよね。でも X でパイセンが走らせてるのを見ると、なんかめっちゃいい動きしてないと思って、発売直前で欲しくなって発売当日買っちゃいました。なので早速ですね、皆さん大好き DT 系どんな感じで進化したのか組み立てながら見ていこうと思います。じゃあ行く。パカすんげえプラスチックだね。とりあえず出していこう。ボディフレームって言っていいのか。それとスキットガード、ドライバーさん、ハブとダンパーステーとステアリング周り、この辺は全体的に新設計だね。これも見たことない形、バルクヘッド的なやつかな。久々見たなこれ。ドライブシャフト、私はこれをコネッコと呼びます。はい、来ました。これを見ると安心感あるね。 DT 系のギアボックス安定だね。ホイール、これがね今回の DT の大きいポイントの一つですよね。六角ハブ、なんかこれいろいろ使えそうだね。メインシャーシ、これちょっと開けよう。すごいデザインされてるね。おー、結構硬い。でも樹脂の質感は慣れ親しんだタミヤ感がありますね。タイヤ、これは見慣れた感じのやつ。前後アッパーアーム、伝統的な DT のアッパーアームだね。そしてロアアーム、これも見慣れてるやつ。ちょっとホッとする感じ。説明書とステッカー、そして袋詰め、ちょっと出していこう。パーツバッグは組み立て工程順に ABC の3つ、それと工具となんかアーム作る系のパーツが入った無印の袋、予備なのか。これも後で解明していこう。それから前後ダンパー、 CVA ダンパーですね。ノーマルサーボセーバー、そしてデフトスパーとカウンターギア、最後にノーマルモーター。以上ということで今回もちょいちょいベアリングとかを使いつつ、基本はノーマルで組んでいこうと思います。ではでは、いただきます。安定のデフからホーネットエボで味を占めたので、デフにはアンチウェアグリスを使っていきます。このキットには付属してないんですけど、これが付いてるキットも結構あるので、何台か持ってる方だったらお家に転がってるんじゃないでしょうか。やっていこう。はい、組み立て工程7でおなじみのギアボックスが完成しましたね。ただここに初めましてのパーツが装着されました。ギアボックス自体は今までの DT 系と特に変わりはないですね。ということで続きいってみましょう。お、
もうダンパー出てきますね。ここではリアだけ組む指示になってるんですけど、ついでなんでフロントも一緒に作っちゃいましょう。でシャフトがピストン一体型になってるんですよ。 DT03 用 CVA ダンパーセットを買うとついてくるタイプのやつ。セッティング変更はできないんですけど、 E リングとかがない分組み立てはちょっとだけ楽になりますよね。ということで作っていくよ。お、戻ってこない。オーリングが黒いやつだったからもしかしてとは思ったけど、バネつけたら気にならなくなるかな。どうかな。意外と気にならないね。でも気になる方はオーリング、せめて赤いやつかタミヤの VG オーリングとかに変えてもいいかもしれないですね。とりあえず私はね、せっかくなんでこのまま行ってみようと思います。はい、リアセクション完成。なんかシリーズ一番の重厚感ですね。重厚感が高級感だ。なんかこれがついただけで DT ギアボックスじゃないものに見えるね。でここからは次のページ。ここがショートホイールベースとロングホイールベースの分岐ポイント。ということはあれ、ここですね。2ページめくったところから L ロングホイールベースの組み立て。説明書を見た感じ、大きな違いとしてはアッパーアーム、ショートだと通常の DT 系のように組む感じ、ロングだとターンバックルでアッパーアームを作る感じ。それに伴ってフロントバルクヘッドの取り付けとかフロントアクセルの組み立てとかに細かい違いがある感じですね。私は今回ロングでいくよ。これでフロントセクションが完成しました。でこのマシンはステアリングが今までの DT になかったワイパー式。これは頼もしいね。でここからサーボ。今回も SC1251 でいこうと思ったんですけど、これがですね、この支柱にちょうど配線来ちゃうと思うんですよね。何つけようかな。はい、ちょっと手順を飛ばしてつけてみたんですけど、サーボをがっつり左に寄せればなんとかねギリギリ入るんですけど、相当配線無理してる。皆さんぜひですね、サーボはスタンダードまたは配線の出方がちょうどいいやつっていうのを選んでください。次やっていこう。
ドライバーさんは塗りたいから割愛。はい、完成しましたよ。普段ある程度シャーシの形ができたところで、だいぶ形になってきましたねとかやってるじゃないですか、私。あのタイミングがわからんかった。シャーシを作ってるつもりがボディだった、みたいなね。そんな感覚でしたね。そして完成して、いざ目の前にすると、かすかに漂うレゴテクニック感。斬新ですよね。ちょっとドライバーさんとか塗装は割愛しちゃったんですけど、そのあたりはまたゆっくりやっていこうと思います。で、これ DT って名前じゃないですか、シャーシがね。その割には正直ちょっとお高いなって思ってたんですけど、これはね、もう毎度こんなコメントになって申し訳ないんですけど、納得ですね。まず私が感じたのは樹脂なんですけど、 DT02 とか03ってシャーシの各部で樹脂の質感が違うとかはあんまなくて、若干アームとメインシャーシで違うなとかそんな程度だったんですけど、これはね結構色々違ってて、特にハブとかに使われてる樹脂が安心感ある質感なんですよね。ちょっと上のクラスで使われてる樹脂みたいな。なのでぜひですね、ニッパーでパーツを切り取った後にカッターでバリ取りしてみていただきたいんですが、樹脂ごとで手応えが全然違うので、そのあたりも感じながら作業していただきたいなと思います。で、構造面で言うと伝統のギアボックス、ここで安心感を感じながら組み立て始めて、ちょっとリアをデコレーションしてる感覚になり、フロントセクションを組んでると、何この新しいラジコンみたいな。やっぱりステアリングがワイパー式になったっていうのはすごく大きなポイントだし、わあ今までの DT と全然違うなって思いきや、フロントセクションをメインシャーシにくっつけると、最初はスキットガードだけでくっついてる状態なんでグニョングニョンなんですよね。でそこにボディパーツの一部をポコッとはめることでガチッと合成が決まるんですよ。うわこれ DT02 と一緒やんってなるわけですね。なのでやっぱ DT シリーズが進化してこれになったんだなってここで感じて、あー早くボディ組みたいなと思いながらシャーシ組み続けてたら、気づいたらボディまで完成してましたみたいな、そんな斬新さ、タミヤっぽい。でもう一個すごくいいなと思ったポイントがこれね、説明書最後までいくとオプションっていう項目があって、リアアッパーアームのターンバックル化ってのと、リアダンパーのロア側の取り付け位置が変えれるよって書いてあるんですよね。でこれに必要なパーツも最初からキットに含まれてるんですよ。願わくば組み立ての最中にこれを知りたかった。でもセッティング幅を増やせるっていうのはすごくいいですよね。なので映像では説明書通りに組んでったんですけど、すでにリアのアッパーアームをターンバックルにしてダンパーの取り付け位置も書いてあります。車高はちょっと低くなっちゃうんですけど、ホーネットエボの時のような少しリア下がりな感じになって、最近の定番のあのテストで使ってる路面だったら多分このくらいがちょうどいいんじゃないかなということで、これでいってみようかなと思います。いやーこのマシンは本当にね、組み応えもあって面白いマシンですね。ということで無事完成しまして、予想以上に満足感高いですねこれ。それとね、新しいパーツなのにこのキットでは使いませんみたいなパーツがすでに何個かあったんですよ。であとはこの穴なんだみたいな穴もあったので、おそらくこれから発展していくんでしょうね。いやーほんとちょっと気になるんだよなって方はぜひですね買っちゃっていいんじゃないかなって思いましたね。ということでですね、また近いうちに走行テストもやっていこうと思うんですが、フォルムが近い BBX とネクスジェンのご先祖様にあたる DT03 あたりを一緒に走らせてみて、どんな違いが出るのかをですね見ていければなと思います。いやー楽しかった。終わりー。この2台がこうやって並んでると結構いい感じですね。